こんにちは。お聞きいただきありがとうございます。今日も夢の話をしていきたいと思います。今回の話は一つの世界が消滅する瞬間の話です。世界が消滅するといっても私たちが今住んでいる世界の話ではなくて、もう今すでに消滅してしまっているここにはない世界のお話です。この夢はシステムエンジニアのような方の視点で見ていました。何のシステムに携わっていたかというと、その世界の基盤となるようなシステムがあり、それに深く携わっている方だったと思います。このシステムというのがどんな感じだったかというと、内容はあまりよくわからないんですけども、その空間というか場所の風景としては屋内にあり、そこに塔のような感じの大きくて長い円柱状のものが立っていて、螺旋階段がところどころにつけられているようなものでした。で、屋内にあるんですけども、その塔みたいなシステムの頂上というのはあまり見えない感じだったと思います。別に上の方に用事があることはなくて、みんな下のその塔屋内にある筒状の塔のようなものの麓の方で割合、全てを済ませていた感じがあります。一箇所に何か操作するものが集まっているということではなく、ところどころに設けられているので、これがちょっと気になるなと思うと、そこにトトトッと歩いていって、そこ触って、ちょっと上のあれ見ようと思うと螺旋階段登って、そこのシステム触ってみたいな感じの作りでした。では今回の話をしたいと思います。これは一つの世界が消滅する瞬間の話です。世界の終わりは一瞬で、まるで底のない絶望に包まれていた。その日もシステムは安定していた。でもあの日、珍しい人が来ていることに気がついて様子を見に行ったら、その時にはもう実行されていた。なんで？そう思った。すべてが消える。消滅する。その理解が一瞬で頭に入り、そのシステムを止められないことも自分に何もできないことも一瞬で理解をした。間に合わない。時間が足りなさすぎる。できない。何も。無力感。底のない絶望感に飲まれる。すべては一瞬のことだった。システムは正常に作動し、次の瞬間に世界を消滅させるだろう。そして私たちは絶望の中、この世界と共に消滅する。お話はこれで全部となります。結構短い夢だったんですけども、私にとってはインパクトがすごく大きくて、目が覚めてからもこのエンジニアのシステムエンジニアの方が最後の瞬間に感じていた深い絶望感というものから私自身なかなか抜けられずにいました。この方はここのシステムに深く理解をしている方だったので、今この瞬間に何が起きていて、次起こりうること、そして、それに対して自分に何ができるのか、どのぐらい時間が必要なのかというようなことがバーッと一瞬で、理解として頭に入ってくるんですけども、何もできないという事実が、その人の中でも同時に分かっていて、それに対するこのどうしようもない絶望感みたいな、とてつもなく大きな絶望感、そういったものに全てが包まれていく、飲まれていくような感覚があり、そしてその深い、絶望感の中で、亡くなっていくというか、消滅をした、その世界と共に消滅をしたという、そういう最後の瞬間だった。世界を消滅、もう失われた文明とか世界とかと聞くと、何かしら天変地異があってとか、例えば隕石が
降ってくるのが、隕石がとか戦争がとか、そういうことを想像しがちですが、この世界においては全くそういう感じではなくて、何か一つのプログラムのようなものが作動し、それにより跡形もなく一瞬で消え去ったという、なんかそういう終わり方があったようです。この世界を意図して消滅させた方がいたそうなんですけども、その方のことは知っている方だったようです。そしてこの結構重要なその世界の中心となっている、プログラム、メインシステムみたいなもの、その場には別に誰でも入ることが多分できたんだと思います。なのでその世界っていうのは結構調和の取れた平和な世界だったのかなと思うんですけども、で珍しい人が来たなっていう、顔は知ってるけどあまり知らない人だったがゆえに何をしてるんだろうっていうのがちょっと気になって、この方は見に行って、そうすると消滅させるプログラムがもう作動されていたという。でその意図して消滅させた方はおそらく外部から何かそのプログラムを作動させるためのキーのようなものを持ち込んできたんじゃないかなみたいなイメージがあります。あまり多くを語る夢ではなかったので、その世界が日常どういう様子だったかとか、その方についてとか、そのシステム自体がどういう働きをしているとか、そういうことは全くわからないんですけども、私はそのシステムエンジニアのような方の視点から見た風景ですとか、なんとなく感じていること、その感情を共有しているので、そこで感じることみたいなもので、なんとなくこうだったのかなみたいなのをちょっと印象として持っています。その印象としては、おそらくその世界はとても調和の取れた世界で、人と人との意識がなんかつながり合うような、そういう世界だったのではないかと想像します。例えばですけど、この方が最後に感じたこの絶望感みたいなものが、その世界の多くの方はその場に居合わせなかったんですけども、でもその感情が他の方、そこにいない方とかにも伝播をして終わっていくようなこともあったのかなとか、全くもってこれは本当ファンタジーな想像なんですけども、なんとなくそういうこともあり得るんじゃないかと、思っています。私はこの夢が結構自分にとってインパクトが強かったので、今回お話ししたいなと思ってお話をさせていただきました。あったかもしれない、でも今はもうない世界のお話でした。今回のお話はこれでおしまいです。いかがだったでしょうか。よければまた聞いてください。それではまた、さようなら。